はようございます。たかしです。本日は11月16日木曜日、ただいま10時48分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在は黄色丸がしてありますように、安値を切り上げ、高値を更新の上昇トレンド中。そしてまたここ現在地っていうのは高値を更新してきましたよね。ということは、再び上昇トレンドを継続していったということです。現在高値を切り上げてきて、ここ直近の動きで188円付近を到達してきましたので、ここから再びさらに上昇していく可能性というところを考えておきたいです。ただし、昨日のこのローソク足を見ているとちょっと怪しい感じになってきましたよね。一旦の天井をつけたんじゃないのかなというふうにも見えますので、一旦押しをつけてからの次の上昇というところをイメージしておきたいです。ストキャスティクスも今高値圏からデッドクロスしてきておりますので、やはり一旦下落方向を見ておきたいですね。今、日足の GMMA との乖離が結構ありますので、ここを埋めに行くような動きになると結構大きな下落にはなってくると思いますが、今そこまで日足での下落になるかっていうと、そういうイメージは持てないので、まずは直近、現在地付近で軽く押しをつけてからの反発上昇っていうところを見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足はこの過去の揉み合いですね。緑のボックス、黄色のボックスを描いてますが、その過去の揉み合いを経ての上昇になってきております。ここ直近の上昇っていうのは、上昇の角度が急激になってきているの分かりますかね。今 GMMA の青帯が今回のこの上昇の角度を表しているんですが、11月の上旬付近からの上昇のこの GMMA の角度に対して、現在ここ最近11月中旬ぐらいからの上昇っていうのは角度が結構急激になってきているんですよね。ちょうどこのフィボナッチリトレースメントを当てているところのこの上昇になるんですが、ここの上昇かなり角度が急になっておりますので、こういう時は一旦調整の下落をしてきます。だいたい目安としましては GMMA の青帯付近ですね。過去もずっとそうですよね。このあたり11月の頭、そして11月の10日付近と GMMA に接触してからの上昇になってきておりますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの下落を待っておきたいところです。そう考えますと、今フィボナッチリトレースメントを直近の強い上昇に当てているんですが、その 50% 付近もしくは 38.2% というところですので、 186.5 付近 186.5 から187円の間ぐらいのところですね。その辺で一度押しをつけてくる可能性がありますので、現在はそこまでの調整の下落っていうところを見ておいてもいいかもしれません。現在ストキャスティクスは下落中、マクディもデッドクロスしてきておりますので、やはり基本的には上値が重い。トレンドは上昇トレンドで押し目買いなんですが、今はその押しを作っていっている調整の下落の期間と考えてますので、もうしばらく下落が続くのかなというふうにもイメージができますね。では1時間足です。4時間足の GMMA がちょうどこのフィボナッチリトレースメントの 50% 付近のところにありましたので、今はそのくらいまで下落してくるのかなという感じです。1時間足 GMMA の青帯は上向きですが、直近の動きを見てますと下落トレンドを作っているの分かりますか？こんな感じですね。ここからこういった小さく15分足で下落トレンドを作ってきております。まずはこの下落トレンドを崩してくれば再び4時間足の上昇に入っていくと思いますが、先ほど4時間足の GMMA があるのがこのあたり 186.5 付近にありますので、そのあたりまでは一旦下落をするかもしれませんね。ただそうすると今度1時間足の GMMA の下に潜り込んできますので、そうなると次の上昇がもしかすると1時間足の GMMA で上値を抑えられて下落していく、こんな感じですね。下抜けて、そして上値を抑えられる GMMA がおそらくこの辺を通ってきますので、 GMMA で上値を抑えられての下落みたいな感じ、この緑の矢印のイメージでそういう風に下落していく可能性もありますので、今は一旦は調整の下落中ですが、それが本格的な下落になってくる可能性も考えておくのがいいと思います。今日足ではちょっと怪しい雰囲気と言いましたので、もしかすると比較的大きめの押しをつけに行く可能性もありますので、その辺も見つつ、ただし基本的には今1時間も4時間も日足も上昇トレンド中ですので、
その辺を忘れないように、今自分が調整の波を狙っているのか、それとも調整を終えてそこから次の上昇の流れを狙っているのかっていうところ、どの時間軸でトレードしているのかっていうのを把握しておかないと、買っていくのか売っていくのかっていう目線が定まりませんので、その辺注意が必要です。では次はドル円の冷やしです。ドル円は分かりにくい動きをしているんですよね。一昨日の下落に対して昨日はそれをほぼほぼ戻してきている、そういう動きになってきております。一昨日が大きな下落、ドル安による下落だったんですが、昨日は円安によるドル円の上昇になってきております。本日ここからどうなるかですね。基本的には上昇しやすい。今冷やし上昇トレンド中ですよね。ですので基本的にはこの GMMA の向きに従ったトレードをしておく。それが順張りですね。上昇トレンドに逆らわない。そういうトレードをしておく方が安全ですけれども、かなり高値圏にありますので、ここ直近ではダブルトップを描く可能性もありますので、ここからの下落っていうところも考えておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足オレンジのトレンドラインを引いておりました。その付近まで昨日下落してきてからの反発上昇で、再び GMMA の上に乗せてきましたね。現在はかろうじて上昇トレンド中です。安値を切り上げ、そして高値を更新してきております。ただこの高値の更新の仕方がかなりわずかですので、今は上昇トレンドというよりはここでのアセンディングトライアングルみたいな、そういう形にも見えてきますね。下限がこのオレンジのトレンドライン、そして上限が直近の高値ですね。152円付近というところが上限でのアセンディングトライアングルということも考えられますので、そうすると現在地付近から上昇してきても152円付近では再び下落していく可能性というところを考えておくのがいいかもしれません。今は GMMA の青帯の上に戻してきましたので、やはり変わりやすい試合ではあるんですけれども、一昨日に一度大きく下落して、そして昨日それを切り返してきて、今は GMMA の上に乗せたところですので、現在地付近で揉み合ってからの上昇になる可能性というところも見ておきたいですね。ただしストキャスティクス高値圏にありますので、昨日はストキャスティクス安値圏からの上昇だったんですけれども、現在高値圏にあるっていうことは再び昨日の安値を目指して下落していくっていうことも考えられますので、その辺は注意です。では1時間足です。1時間足も昨日の強い上昇で GMMA の青帯の上に戻してきました。4時間足も同じでしたよね。ということは現在地付近でやはり1時間とか4時間の値固めをしてからの次の上昇につながるのかなというふうにも取れます。ただ1時間足の GMMA はまだ収束しておりますので、下抜ける可能性もありますので、下抜けたとしても再び4時間足の GMMA で反発して上昇してくるっていうことも考えられるんですが、現在はちょっと方向感がなく動いている、そんな感じがします。まずは一昨日のこの大きな下落ですね。この下落をどちらかに抜けてくると、そこからは動きやすいと思うんですが、上限が 151.8 付近、ここを上抜けるまでは方向感なく動く可能性がありますね。昨日はダブルボトムからの上昇になってましたので、一旦は上昇してきましたが、ここからさらに上昇していけるのかどうかっていうところは、1時間足もしくは4時間足の GMMA の青帯でサポートされるかどうかっていうところと関係してくると思いますので、その辺を見ておくのがいいですね。本日は1時間足、4時間足の GMMA でサポートされて上昇していけるのかどうか、そして 151.8 付近、この一昨日の大きな下落の始まったポイントですね。このあたりを明確に上抜けられるかどうかっていうところに注目です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容ですが、ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて有料投稿の間口を広げた形になります。基礎から FX を学びたい方や現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料マガジンも含め複数の視聴プランをご用意してます。またノート限定の掲示板機能でリアルタイムな相場のコメントや先出しなども投稿しております。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思いますので、よければ一度ご確認ください。詳細は概要欄に貼ります。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。